どうもいつもお世話になっております。ぬけまるです。今回は天国編霊式4層後半の解説動画になります。解説としては、このような図解を用いてギミックの理解を深める内容になっております。また、ノラのやり方に合わせた処理法を多く解説していますので、予習にご活用ください。はじめにマーカーはこのような感じに置いています。それではよろしくお願いします。アルテマ、全体攻撃です。しっかり軽減をしましょう。パラスの手、ヘイト1位に反面焼きの強攻撃が2回きます。非物理ダメージ増加がつくので、無敵またはスイッチをしましょう。これは、後のギミックで立ち位置の判断が1つ減らせるので、西で受けることをお勧めします。ガイアを起こす。即死ドーナツ範囲を伴う全体攻撃です。その後フィールドが変化します。ガイアを起こすの攻撃を受けると、天地創造というデバフが付与され、プレイヤーが小さくなります。サモンダークネス。外周に3体天使が出現し、それぞれがビームを打ってきます。アンチは4パターンで、こんな感じになります。また、その前にタンクヒラと DPS でペアになるようにクモンの鎖がつきます。まず中央に待機し、鎖のデバフがついたらタンクヒラは北から西、DPS は南から東方面の対角アンチに走ります。この鎖は距離が離れると切れます。注意するのはデバフがついたのを見たら移動で、フライングしないこと、勢い余って落ちないことです。その後、先に説明した外周の天使のビームが来たのを見たら、中央に戻ります。デミッパルヘリオン。フィールドに9つの円形範囲予兆が出ます。ジオセントリズム。触手の手によって9つの円形範囲が回転します。回転方向は3つで、それぞれのアンチはこのようになります。まず、どこでも攻撃できるので3回は何でもよく、一つの例ですが、このように円に3回しておきます。そして、触手の手を見てアンチで3回するギミックです。この触手だったら横がアンチになるので、横にこんな感じに3回します。この触手だったら縦がアンチになるので、縦にこんな感じに3回します。この触手は円に回転するので、真ん中の予兆の周りがアンチになり、そのままの待機位置で良いです。同時にアンチ内で全員に神罰という円形範囲が来ます。そのままアンチ内で間隔を空けて3回しましょう。アルテマ。全体攻撃の後フィールドが戻ります。しっかり軽減をしましょう。イデアエレメンタル。まずは軽く流れを見てみましょう。全体攻撃の後フィールドに青赤黄色の多面体が4つずつ、計12個出現します。そして、プレイヤーにはプレステマークが2人ずつつきます。また、同じプレステマークで繋がった人は線で結ばれ、離れると即死するデバフが付与されます。そのためそのペアは一緒に行動しなくてはいけません。では図解を見ます。出現した多面体は、各列に青色が1つずつあります。一定時間後、赤色と黄色から近くの青色の多面体に線がつながり、それらが青色に引き寄せられます。そしてそれが接触すると大爆発を起こしてワイプになります。ですので、それぞれのプレステペアが間に入って、接触を阻止するギミックになります。青色に隣接している多面体は最大3つで、赤色か黄色のどちらかは1つしかなく、まずはそれが正解の多面体なのでその間に入ります。もう一つは、2つのうち青色多面体が隣接していない方が正解となりますので、その間に入ります。では、誰がどこに入るか。処理の仕方は、青色多面体を基準に、西から丸×三角四角と担当の青色多面体を処理します。それぞれのプレステペアにアルファ、ベータのデバフがつきます。その後はデバフを見て、自分が担当するプレステ列の赤色多面体の間にアルファ、黄色多面体の間にベータが入ります。青色多面体に隣接する赤色と黄色は、
どっちが1つになるかはランダムですので、もし2つの方だったら他の青色が近くにない方の間に入りましょう。接触を阻止したら、各多面体から円形範囲が出ます。では実際に見ていきましょう。プレステは三角なので東から2列目が担当です。ベータのデバフがついていますので、黄色多面体との間に入ります。2個あるので他の青色が隣接していない方ですね。もう1人のアルファは赤色多面体との間に入ります。この後、各多面体から円形範囲が出るので、緑の線が消えたら、もしくは緑のデバフが消えたらアンチに移動します。パラスレイ。フィールドの東西にボスが触手を突き刺します。その触手から最も近い4人に向かって奥義範囲が来ます。非魔法ダメージ増加デバフがつくので2枚受けると即死します。また、1枚出たらしばらくそこに範囲が出続けるため、1枚目を受けたら移動しましょう。出続けている範囲の着弾はそれなりに間隔があるため、近場で受けたら触手をくぐって中央に行っても良いです。ここでは被って範囲を出すのが問題になるので、ついていたプレステマークやアルファベータのデバフなどで3回しましょう。アルテマ。全体攻撃です。しっかり軽減をしましょう。晴天爆撃だ。ヘイト1位と2位に連続攻撃です。1回着弾するごとに火ダメ上昇デバフが増えていき、4回着弾後にちょっと間を空けて強攻撃が来ます。この火ダメ上昇デバフは、エスナで消すことができるため、4回着弾後にヒラがエスナをします。それぞれ H1 は MT に、H2 は ST に被らないようにエスナをしましょう。カロリックセオリー。ここは難所だと思います。全員の移動距離とデバフによるダメージの回数を最低限に抑えないといけないギミックです。まずは流れを見てみましょう。ランダムでタンクヒラから1人、DPS から1人の頭上にマーカーが付与されます。詠唱完了で全体攻撃に加え、マーカー対象者に頭割りが派生し、全員にネソデバフがつきます。さらにマーカー対象者2人に幽風の兆し、他の6人のうち4人に重火の兆し、2人に幽風の兆しがつきます。火はデバフカウント0で、荘園範囲のペア頭割りが派生するので、風の人とペアになって処理します。頭割り後、火の4人のうち2人に火デバフが残ります。なので、火デバフ2人と元火デバフ2人でペア頭割りを再度します。それと同時に、風デバフがカウント0で自分中心のノックバックを出す円形範囲を派生させるので、頭割りを受けたら風は離れておきます。これだけだと簡単なのですが、ここで難しいのはネソの行動制限のデバフがついていることです。ネソは、炎のペア頭割りや一定距離の移動でスタックが増えていき、デバフが5スタックされると爆発してワイプになります。これがカロリックセオリーの概要になり、次に処理方法についてです。今回はカロリックセオリー1回目で多く用いられているモチベ式で解説していきます。まず目印となるマーカーの配置です。特に大事なのは中央の ABCD マーカーになり、このマーカーは距離が最適化されたものになります。では処理を見ていきます。まずカロリックセオリー1回目の詠唱で、タンクヒラから1人、DPS から1人にマーカーがつきます。マーカーがついた人は、AB マーカーより上の、この交点の左側にタンクヒラ、右側に DPS が立ちます。何もつかなかった6人はこの CD 間の交点に立ちます。詠唱完了で、マーカーがついた2人に頭割りが着弾します。その後、マーカーの2人は必ず風デバフがつきます。残り6人の中からランダムで4人に炎デバフ、残り2人には風デバフがつきます。まず、北側にいる風デバフの2人は、左右に分かれるように横移動します。横移動した線上で、ちょうど A と B マーカーの北側に立ちます。次に炎デバフがついた4人は、優先順位に従って ABCD マーカーに行きます。ここの立ち位置は注意が必要で、AB マーカーに行く炎デバフの人は、AB マーカーの北部分に立ちます。CD マーカーに行く炎デバフの人は、そのまま横移動して、CD マーカーの中心に立ちます。次に残った風デバフの2人は、優先順位に従って横移動して、CD マーカーの中心に立ちます。これで、ABCD マーカーそれぞれで炎と風のペアができて、頭割りをします。
頭割りが着弾したら、風デバフの人はそれぞれ斜めに1マス分移動した交点のところに行きます。炎デバフだった4人は、ランダムでまた2人にデバフがつきます。この4人につくパターンはいくつかあるんですけど、最終的に処理する位置は AB マーカーの中心になります。このパターンは、素直に南の人はそのまま北に移動し、北の人はマーカー中心に寄るように処理します。逆にこのパターンだったら、このパターンは南の人がそのまま北に行くことができませんので、斜めにクロスして AB マーカーに行きます。ここ、かなりマーカーが最適化されていて、結構余裕があるのでビビらず行くのがコツです。移動距離にビビって手前で止まってしまうと、手や頭割りの範囲が被ってしまいます。ですので、このようにマーカー中心を少し通り越しても平気ですので、ビビらずマーカー中心へ移動しましょう。最後にこの炎頭割りと風の範囲が着弾してカロリックセオリー1回目は終わりになります。では、いくつか実際に見ていきましょう。最初にマーカーがついた視点ですね。AB マーカーより北側の交点で、左がタンクヒラ、右が DPS で頭割りをします。頭割りを受けたら風デバフがつきます。戦場を横に移動し、AB マーカーの北側まで行きます。そこで、AB の炎の人とペア頭割りをします。頭割りをしたら、1マス分斜め上の交点に移動し、終わりです。続いて炎デバフ視点です。はじめにマーカーがつかなかったので、CD の間の交点に集まります。炎デバフがつきました。優先度に従ってマーカーに行きます。この場合、自分は一番優先度が低いので D マーカーに行きます。風デバフの人と頭割りをします。4人の炎デバフのうち、2人に炎デバフが残ります。この場合は、前の AB マーカーにそのまま行くだけですね。これで終わりです。続いて、炎デバフ視点で最後斜めです。はじめにマーカーがつかなかったので、CD の間の交点に集まります。炎デバフがつきました。優先度に従ってマーカーに行きます。この場合、自分は下から2番目なので C マーカーに行きます。風デバフの人と頭割りをします。縦に炎デバフが残りましたね。これは斜めに移動しなければなりません。しっかりマーカー中心まで移動しましょう。これで終わりです。最後に風デバフ視点です。はじめにマーカーがつかなかったので、CD の間の交点に集まります。風デバフがつきました。優先度に従ってマーカーに行きます。マーカーだった人が風デバフで北にいるので、自分に風デバフがついたら、残るもう一人を見て優先度を判断しましょう。D3 となので D2 の自分は C マーカーです。このデバフの人と頭割りをしたら、斜めに1マス分に移動した交点まで行きます。これで終わりです。ちなみに優先度に関して、D4 は炎でも風でも D マーカーが確定なので、最初から D マーカーにいても良いです。では先に進みます。エクピロシス。中央に距離減衰攻撃が2つ、外周にエクサフレアの予兆が4つ出現します。また、全員に円形範囲が来ます。ここ、動きを覚えてしまえば簡単です。エクサフレアの予兆パターンは、大きく東西からの平行か、南北からのクロスかの2つで、それが1エクサ分ずれてる全部で4パターンです。まずは距離減衰があるので外周まで離れます。1回目のエクサの着弾の後、距離減衰が着弾します。ここはエクサの着弾ではなく、距離減衰の着弾を待ってから移動しましょう。クロスの場合、移動が早すぎると減衰がされていないダメージをもらう可能性があります。外周側で3回し、全員に来る円形範囲を処理したら、エクサが着弾したところを追っていくような形で中央に戻りましょう。アルテマ、全体攻撃です。しっかり軽減をしましょう。アンゲネシス、まずは全体攻撃です。しっかり軽減をしましょう。着弾と同時に全員にいくつかのデバフがついて、出現する塔を処理していくギミックです。今回つくデバフはこれです。消滅因子がない人、スタックが1の人、2の人がいます。
さらに白黒デバフの時間が早い人、遅い人がいます。最初についたデバフにより、大きく4パターンの動き方があります。また、処理する塔の出現はこの2パターンです。色が左右反転しているだけなので、片方だけで説明します。まずは、自分の因子のスタック数を見ましょう。因子のスタック数が1なら1つ目の塔です。同じデバフだった場合の優先度はこのようになっています。次は白黒の速いデバフかどうかを確認します。その2人が1つ目の塔に入るペアになります。ここで共通のルールです。塔に入った人に、ランダムで塔に対応した白黒の色デバフがつきます。色デバフがついたら、それに対応した方、白だったら黒塔に、黒だったら白塔に行きます。最初の色塔の出現はどっちかわかりませんが、一つ出現したら後は全部わかるので、最初の塔に入って色がついたら必ず北側になります。逆に色デバフがつかなかった人は、入った塔と同じ色の塔に入ります。つまり、2本目の場合は南側の塔ですね。まとめると、色デバフがついたら対応した塔、何もつかなかったら入った塔と同じ色の塔に入ります。次は2つ目の塔の話をします。あと、無色と遅デバフが残っていますが、2つ目の塔に入ります。無色は北側で優先度に従って東西、遅い色デバフは南側で対応した塔に入りましょう。1つ目の塔が出現した時点で2つ目の塔の配置はわかるので、余裕を持って移動しておきましょう。塔に入った後は先ほどの共通ルールです。色デバフがついたら対応した塔、何もつかなかったら入った塔と同じ色の塔に入ります。これで塔処理が終わり、正しく処理ができていると東西にスライムが3匹ずつ出現します。その後、スライムから致命因子を持っている人に線がつながります。この線は取ることができ、無色の人が取って決められた位置に捨てに行きましょう。一定時間後、その線の対象に巨大円範囲が来ます。他の細かなことはブログとかでお伝えできればと思いますので、ここでは割愛します。追加で2点補足です。1点目は、整列をしてデバフの優先順位を判断する方法です。まずは、英字マーカーの間に図のように3回します。並乗完了でそれぞれデバフがつきます。優先度が関係している因子1は前に出て、無色は後ろに下がります。そうすると優先度を判断しなければいけないもの同士がわかりますので、お互いを見て東西に分かれるやり方があるそうです。もう1点は、実はこの連続塔踏みの最中に、塔の中では一緒に入った人とデバフを合成しています。細かい内容をお伝えすると難しくなってしまうため、ポイントだけお伝えします。なるべく早く塔に入って、もう一人の人と寄っておくと覚えておいてください。これだけ意識しておけば問題ないと思います。では実際にそれぞれのパターンを見ていきましょう。まずは因子1です。優先度に従って1つ目の塔に入ります。1つ目の塔が終わって黒デバフがつきましたので北側の塔に入ります。2本目が終わって何もつきませんでした。ですので、そのまま北側の塔に入ります。これで終わりです。スライムの線を集めるために南に集まりましょう。無色はそれぞれ担当の線を取って、西側の人が1マーカー、東側の人が2マーカーで巨大円形範囲を捨てます。次は早デバフです。1本目の塔の色を確認してデバフと逆の色の塔に入ります。この場合黒デバフなので、白い塔に入ります。西側に白い塔が出現しました。急いで入ります。1つ目の塔が終わって白デバフがつきましたので、北側の塔に入ります。2本目が終わって黒デバフがつきました。ですので、3本目は南側の白色の塔に入ります。これで終わりです。スライムの線を集めるために南に集まりましょう。続いて遅いデバフです。2本目の塔の南側に入ります。1本目は西側が黒ですね。西側の2本目の南が黒塔で確定しましたので、そちらに寄っておきます。2本目が出現したら入ります。2本目が終わって何もつきませんでした。3本目もそのまま同じ色の塔なので南側の塔に入ります。これで終わりです。スライムの線を集めるために南に集まりましょう。続いて、無色です。
2本目の塔の北側に入ります。優先度に従って入るべき2本目の塔の近くに寄っておきましょう。2本目が出現したら入ります。2本目が終わって何もつきませんでした。3本目もそのまま同じ色の塔なので北側の塔に入ります。これで終わりです。無職はスライムの線を取るという仕事があります。自分が担当している方の線を取って所定の位置で範囲を捨てましょう。続いてパラスの手が来ます。ヘイト1位に反面焼きの強攻撃が2回でしたね。ここは MT が無敵を使っています。最初の方でも言いましたが、塔の優先度は MT が西で、MT 無色は必ず西にしかなりません。このことからパラスの手を西に統一しておくことで、他の人の待機位置がコロコロ変わるといった判断を一つ減らすことができます。イデアエレメンタル。2回目のプレステセントリギミックです。1回目と違う点が2つあります。1つ目は、プレステのセントリ中、多面体が180度入れ替わること。2つ目は、多面体からの範囲避けと、扇範囲誘導の順番が逆になっていることです。最初はと思うのですが、この2つの違いさえ理解していれば処理しやすいと思います。では、詳しく見ていきましょう。まずは1つ目の違いです。ボスがパンタレイという技を演唱し、その詠唱完了で多面体が点対称に180度入れ替わります。多面体が180度入れ替わると言われてもピンときませんが、正解の線付きで入れ替えると、このように入れ替わります。入れ替わり先を見つけるコツは、直線で結んだ先、もしくはこのように番号を振って覚えてしまってもいいと思います。一番西側の担当で入れ替えるとこのようになります。いくつか見ます。7だったらこう。4だったらこう。8だったらこのように入れ替わります。9だけは真ん中ですので入れ替わりなしでそのままです。実際の流れとしては、まずは1回目と同様に自分が間に入る場所を見つけます。その後、ペアの相手と離れないように、対角の自分が入るべき多面体の間に入ります。二人三脚のような形で、ちょっとずつ一緒に移動しましょう。相方と息を合わせながら切れないように進みます。その後、1回目と同様、多面体からの円形範囲と扇範囲が来ます。ただし、2回目は順番が逆になっているので注意しましょう。まずは扇範囲を誘導して、その後に多面体の円形範囲を避けます。ここの扇範囲の誘導ですが、このように多面体と多面体の間に入って、扇を X 字に誘導してから、円形範囲のアンチに駆け込む方法が安定すると思います。ではそれを実際に見ます。多面体の間にそれぞれ入っておき、X 字に誘導してからアンチに入ります。アルテマ、全体攻撃です。しっかり軽減をしましょう。晴天爆撃だ。ヘイト1位と2位に連続攻撃です。1回目に来たのと同じです。もしナイトがいれば、かばう引輪をすることで、デバフがつくのを1人にでき、ヒラが楽になります。カロリックセオリー2回目。1回目のカロリックセオリーと違ってシンプルです。最初は、このような感じで3回しましょう。まずカロリックセオリーの詠唱開始で、赤マーカーが1人、緑マーカーが7人につきます。まずは赤マーカーの人を中央にするので、ついた人と中央の人は場所を入れ替わります。詠唱完了で緑マーカーの誰かに火のマーカーと発火の兆しというデバフがつきます。デバフのついた人の足元に範囲予兆が出るので、それを合図に反時計回りで回ります。そのデバフは他の人に触れたら渡すことができ、渡すたびにスタック数が減ります。このような感じでバトンを回していき、デバフのスタック数を減らしていきます。最後に中央に行って、渡した人はそのまま南、渡された人は北に回避します。その後風のデバフが発動し、ノックバックを伴うプレイヤー中心の範囲が発生します。実は、最後に中央に行く処理は、ここの開始位置だった場合、時計回りに回らないといけない状況になります。しかし、最後を中央にしない中央否定油は、回り方を反時計回りに固定することができます。
また、真ん中の人は最初に交代したら何もしなくて平気です。このように判断をかなり少なくすることができますので、これからやる方は中央非経由にした方が難易度が下がると思います。今回の3回について2つ補足です。1つは、最後の風のデバフの発動で、ノックバックを伴うプレイヤー中心の範囲が派生するので、バトンを渡した後の回避位置が重要になります。ですので、きっちりこのように渡した後の回避位置も決めておきましょう。もう一つは、ここはバーストが絡みます。3回位置によっては、移動を伴う。例えば戦士のプライマル連動、竜のスターダイバーなどがネソの移動制限に引っかかるので注意しましょう。では、実際の映像を見ましょう。映像が始まったら3回しておきましょう。緑と赤マーカーがつきました。赤マーカーは真ん中に行き、真ん中の人が緑だったら赤マーカーの人と入れ替わります。詠唱完了で、炎マーカーが風の誰かに付与され、そこがスタート地点になります。足元に範囲が出たら反時計回りに渡していきます。最後に風の範囲が自分に出るので、渡した後も決められたところに回避しましょう。動画では中央に行っていますが、中央非経由をおすすめします。風の範囲が出て終わりです。エクピロシス。中央に距離減衰攻撃が2つ、外周にエクサフレアの予兆が4つ出現します。また、全員に円形範囲が来ます。今回は横からエクサですね。アルテマ。全体攻撃です。しっかり軽減をしましょう。ガイアオコス。即死ドーナツ範囲を伴う全体攻撃です。その後フィールドが変化します。サモンダークネス。ここのサモンダークネスは、外周に天使が1体出現します。デミハルヘリオン。フィールドに9つの円形範囲予兆が出ます。ジオセントリズム。触手を見て流れる9つの範囲のアンチを探すやつですね。今回はクモンの鎖と同じタイミングで触手が見えます。タンクヒラと DPS で対角に分かれながらアンチに行きましょう。この場合の触手は縦に回転します。その後、神罰という全員に円形範囲が来るので、アンチで3回する必要があります。しかし、急いで3回すると外周の天使のビームに引かれるので、ビームを待ってから3回しましょう。サモンダークネス。演唱完了で、外周8方向に天使が出現します。外周の天使からタンクヒラか DPS どちらかに4本の線がつきます。線がついた人には非魔法ダメージ増加デバフも付与されていて、一定時間後に距離減衰ビームを打ってきます。このビームは戦闘がダメージが痛い仕様になっているので、線がついていない人が前に立って受けるギミックになります。当固定は、よくあるペアで受けていました。この時、ペアを見失うことがあるので、事前に相方にフォーカスターゲットをしておくと良いかもしれません。アルテマ。全体攻撃です。しっかり軽減をしましょう。その後、先ほど線がつかなかった人に線がつきます。先ほど同様にペアで処理しましょう。アルテマ。全体攻撃です。しっかり軽減をしましょう。イグノラビムス。時間切れの詠唱になります。この詠唱が完了するまでに削り切ればクリアです。これで天国編要素後半の解説を終わります。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をポチってしていただけるとモチベーションが爆上がりします。どうかよろしくお願いいたします。